今回紹介する飛び蔵 TC80180G、 このモデルはポッパーを使った GT ゲームや100キロ前後のクロマグロであったりキハダマグロを狙うアングラーには絶対必要なロッドになります。僕が作ってきて携わってきた中ででかいポッパーを一番思うように動かせれて、それでいて今回 DBL パワーブースターっていうのを搭載したことによってよりいろんな方が使えて、キャスト性能でもファイト自体も、これ以上はないかな。今回使ってるのが 180G、200G がありながら 150G がありながらという飛び蔵シリーズがある中で、この 180G に関しては8フィートっていう長さですけど、本当にバランス取れていて、で多分今までの中で飛距離は皆さん投げてもらったら驚かれると思います。もうびっくりするぐらいよく飛びます。でそれでいてポッパーをしっかり楽に引いてくることができるっていうモデルをスタートさせたのが3年ほど前、去年のカイマナに持ち込んで、でこの2回目のカイマナでファイナルモデルをもう1回最終チェックをしに来ているという状態です。 GT に関しては海外へ行けば手つかずなポイントっていうのがまだ世の中にはたくさんあったりで、他の人が小さいルアーを投げている中で大きいルアーを投げることによって大きい音を出すことによってより早く GT に振り向かすっていうのが非常に効く場面が多いです。昨今の日本で正直言うとシンキングルアーであったりとか、ダイビングペンシルであったりっていうのが主流になりつつあると思うんですけども、僕がよく経験するのはより深いとこから大きな GT を水面まで引っ張り上げる、あとはシャローエリアとかのその GT が持っているテリトリーを威嚇する、そのためには絶対必要な一本やと思ってます。やはり一番飛び蔵シリーズの中で素晴らしくできているな、バランスが取れているなと思ったモデルは 150G です。ただこのモデルでは大口径のポッパーを動かすには僕らが思い描いているようなポッピングであったりとか泡をかませたりっていうアクションができないっていうことがありました。で 200G をじゃあ使えばいいってなった時に、海外の方であったり180以上の体が大きくて筋肉のガシッとした人間が使うならば抜群なロッドだとは思うんですけども、175センチの75キロ前後の体ではあまりにも僕らが非力すぎてロッドに負けてしまう。で開発の段階の途中から DBL パワーブースターっていうものを搭載してみたらどうなるかで、それを試行錯誤続けたところでカイマナとかあちこちのエリアでも使わせてもらって 180G っていう数字でありながら飛距離も今までの飛び蔵シリーズの中では群を抜く飛距離が出て、それでいて大きいポッパーをしっかり動かしてしっかり魚を取る、かけてからはアングラーが優位なようにギンバルに入れて竿を軽くホールドすることによってロッドが起こしてきてくれる。要は反発力が強いだけではなくてしっかりアングラーをサポートして、それでいてポッパーをしっかり動かせれるっていうスペシャルなロッドに出来上がっております。ポッパーを動かしやすいロッドっていうのは僕のスタイルで考えると全体的に張りがあるモデル、ダイビングペンシルを泳がしやすいようにティップやベリーがちょっとソフトで入るモデルよりはどちらかというと動かした分だけポッパーが動くっていうのを狙ったロッドを作りました。そのためにティップからベリーまでのパワーっていうのは今までの飛び蔵シリーズの中でのどのモデルと比べてもらってもパリッと張りがあると思います。ティップを20センチ動かしたらルアーが20センチ動く、ティップを1メーター動かしたらルアーが1メーター動く。これはアングラーの意図するままにルアーが泳いでいる、その部分が非常に大切で、それをするにはこのロッドが絶対に必要不可欠です。アクションに関してはこれ今見てもらったらカーブもうこの通りガチガチというかまあまあ硬いロッドです。ティップを動かした分だけポッパーを動かしたい、
その理想を目指すためにはやっぱりこれぐらい、この硬さ、ポッパーを思ったように泳がせたり潜らしたり水を叩いたりっていうすることができる。今回のモデルはファイトにおいても DBL パワーブースターによって大きなアドバンテージを得られます。 GT は対向があって水圧を受けやすい魚なので、かかってからはどうしても銀バネに刺して起こすっていう作業は圧倒的に増えます。要はアングラーを助けて魚を起こす、高反発でありながらしなやかで粘りのある強靭なロッドに出来上がっております。魚がある程度かかって走って落ち着いたところからもう入れて起こしてファイトする。本来の今までの一般的な GT ロッドであれば多分硬いし非常に反発も高い。飛び象で言えば 200G のモデルは非常に強くていい高反発で高強度のある竿なんやけど、僕の体格ではこれぐらいのファイトってなかなかしにくいっていうのは、ここのバットのパワーが強すぎて、魚がこの体勢でドンって走られたら僕らの体がこう軽く重心が上がるぐらい竿が強かったんですよ。だから一般的などのアングラーさんでも使いやすいように DBL パワーブースターによってこういうしなやかな曲げができる。 DBL パワーブースターの恩恵を使った高反発でありながらしなやかなロッド、粘るロッド、これがアングラーに大きなアドバンテージをもたらします。Okay? Yes! Victor, thank you! Yeah! Nice, good! 120 GT ポッピングスペシャル。180G に関しては8フィートっていう長さでありながらも楽々とロングキャストできるっていうところも素晴らしいところです。反発の強いパシッとしたロッドなんだけど DBL パワーブースターによってうまくマイルドにしてもらってる。非常に使いやすくなってる。投げた時にしっかりバットからベリーのゾーンが補助して曲がってきれいにしなやかにムチのようにしなってくれてドンと投げることができる。8フィートっていう長さなんやけど、本当にそのロッドが持ってるポテンシャルを出してしっかり曲げて、その反発を使ってドンと飛距離を出してもらうっていうことができる。ここの部分一見するとパシッと張りがあるロッドなんやけど、ファイトの時に見したこのベリーからバットのこのカーブね、しなやかな部分のこのカーブ、これがキャストの時に投げた時にここでしっかり働いてくれて、これが DBL パワーブースターの恩恵。これによって8フィートなのにこんなに飛ぶロッドはないと思う。 DBL パワーブースターによってキャストの部分、ファイトの部分全てにおいてよりアドバンテージを持った釣りができる。 180G に関しての私のタックルセッティング、基本的に6号を使う場合はリールは14000番で、8号を使う場合も14000番。水深が深いエリアでやるんやったらリールは18000番の8号。魚が大きかったりクロマグロでもし100キロ未満ぐらいっていうところであれば8号10号メインのタックルにしています。で使うルアーに関しては基本的には 150g 前後のポッパーが一番使いやすいかなと思います。軽いモデルで 120g ぐらい、重いモデルになればだいたい 200g 前後って思ってもらえればベストかなと思います。今まで別なロッドも使ってきたし、いろんなロッドがある中で大きいポッパーを一番自分がコントロールできる本当に強いロッド、
これから先ゼナックとともに進化すればその先が見えるかもしれんけど、今の段階での、ベスト、今の答え